イカメタル、敦賀に来ました。今日はですね、メタルの新色と、ドロッパーの吸っ手の新色を使って、やりたいと思います。4つ目の新色3色ですね。それとドロッパーのイージースリムの新色になります。4色ですね。イージースリムの新色4色を使ってイカメタル頑張ります。今定番のデュエルのイージーベイトメタルですね。ベイトメタル、それとシュリンプメタル。デュエルには2つメタルが存在します。使い分けでいうとベイトメタルオールマイティ使えるバランスで作っています。でイージーシュリンプメタル、こちら食いしぶりの時にいい仕事をしてくれます。そしてヨウ釣りの四つ目メタル、これもヨウ釣りではオールマイティに使えるバランスに設計してますので、デュエルとヨウ釣りのオールマイティですね。でデュエルの食いしぶりに効くタイプみたいな感じで使い分けたらいいかなと思います。一応ここボトム74メーターですね。とりあえずね、明るいうちボトムからいきましょうか。で一応鉛吸っては15号で、準備できた人からどうぞやってください。で明るいうちはね、多分ボトム付近ばっかりだと思います。明るいうちはもうボトム中心にね、探ってみてください。どうしようかな。とりあえず4つ目ニューカラーのチャートですね。アピール系の強いチャートでやってみようかね。まだ明るいんで。でドロッパーはイージースリムのオレンジブラウンですね。赤緑と同じ使い方ができるからです。まずはこれでスタートしましょう。投げしようかな。よい。今日は最高の天気ですね。風もなくて暑くもなく寒くもなく、さらにベタなぎイカメタル日和です。なんか重たいんだよな。お、来た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 。当たりがわからんやった来ましたよ当たりがわからんやった。でも楽しい、釣れると嬉しいですね。たらー、新色ゲットです。オレンジブラウン、去年テストしてよく釣れたからです。やっぱり小さかったね。当たりがわからんやった。こういう時もあります。そこべったりですね。そこから今1メーター2メーター上げた、1メーターから2メーターぐらい上げた感じところでホール中に当たってきましたね。このね明るい時間帯気をつけることは常に底を確認することですね。よく船が流されていつの間にかそこから1、2メーターのところを探ってたんだけど、流されて仕掛けが浮いてきてだいぶメタルが浮いてる時があるんで、何回かそこをまた落として必ずそこ付近で釣りをすることを心がけた方がいいですね。よし来た、よし来た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 よ、来ましたよ来ましたよ。楽しいな。明るい時間から釣れよ、最高やね。バレた、バレました、バレた。くしょー。ボトムでしょ。まだボトムです。いい方やった今のは。イカメタルの面白いところはイカの当たりを感じて合わせる、これが最大の面白いところだと思うんですけど、当たりを取るためにいろんな
釣り方があります。動かし方ですね。その日によってどの動きが一番効くのかっていうのがわからないんで、いろんなことを試す必要があるんですけど、私が一番よくやる釣り方、簡単な釣り方です。軽く2回ぐらいふわふわっと持ち上げます。穂先だけふわふわっと、こんな感じです。で止める、動かす、止める、これ大事です。すべてのイカ釣りの釣り方は動かす、止める、要するに静と動をはっきりさせることが大事です。それを意識していろんな釣り方をやってみてください。例えば大きく上に持ち上げてゆっくりホールさせながら当たりを取る、下で止める、で当たりを待つ、もしくはふわっと上げて止める、ふわっと上げて止める、落としながら当たりを待って止める、もしくは巻きじゃくりで止める。いろんな釣りがあります。その日のパターンを早く掴んでください。イカの当たりもいろんな当たりがあります。例えばグーッと持っていく当たりですね。もう重たくなるグーッとバックっていう当たり、それからコンって当たり、イカパンって触るようなコンっていう当たり、もう一つはイカメタル重たいです。鉛がですね。その重さがふって軽くなる時あります。手元のところに伝わってくるその重さが突然なくなる感触です。それはイカメタルの鉛を抱いたまんまちょっと持ち上げてるんです。その分だけ軽くなって、それも当たりです。なのでいろんな当たりあります。そういうのを、ちょっとでもなんかおかしいなと思ったらこうして合わせてください。何でもいいんでとにかく合わせること、そして確実にフッキングさせてやり取りをしてくださいね。お客さんがいっぱい乗ってるんで「来た来た来た!」って大声で叫びたいけど恥ずかしいけ叫べない。ライトが点灯してね、もう魚探にベイトがすごい反応が出てます。見てください、このベイトの反応。今ね釣れてるレンジはベタ底から30メーターぐらいまでですね。これが時間によっては上に上がったり下がったりするんで、いち早くイカが釣れてるレンジを探ることが釣果の秘訣ですね。お、今当たったね。見えた？見えました。触りましたね。今狙ってるイカは群れで行動する習性があるんで、1匹釣れたら仲間がいっぱいその棚にいると思ってください。間違いなくいっぱいいます。なので釣れたらその棚を集中攻撃する。ただ時間によってそれが上に行ったり下に行ったりするんで、また小さい、サイズが釣れる棚、大きいサイズが釣れる棚もありますんで、釣れないなと思ったら10メーター20メーター変えた方がいいでしょうね。お、来た。20です。20で来ましたね。魚探に気になる反応がやっぱイカですね。家ですよ。はい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 。来ました来ました。クーンとズーンって重くなるようなあたりですね。ありがとう。イカメタルをチャートからK村です。浅いんで10メーターのK村レッド4つ目ですね。浅いところはK村が効きます。釣れてる人の棚を
マーキング付きのラインをずっと数えてたんで、やっぱり10メーターぐらい。あと釣れてる人の動かし方とか使ってる色とか、10から20をこう攻めてるんだけど、当たりが2回あっただけでかけきらんから色を変えます。よし、来た来た。色変えて一発目、上の方に来た。はい、ケームラレッド。うわ、クラゲが大変なことになった。ありがとう。川田さん、はいよ。今日みたいな渋い時の誘い方ってどんな感じが？お、来た。はい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 。誘い方、渋い時の誘い方、これまた難しいですね。まだその日によってアクションが違うんで、釣れるパターンがですね。で、今日で言うと止める時間を長め。これ麦です。麦イカゲット。今日のパターンで言うと棚が20メーター前後で、アクションした後の止める時間が長めがいいみたいです。止まった。来た。23メーターホール中に当たったんで、多分麦かなと。ほらね、はい、また麦です。新色のイージースリムピンクレッド。これもいい色ですね。赤緑と同じトーンで作ってるんで、同じ使い方ができますよ。新しい新色のその赤ピンクは赤緑と違って、やっぱり同じトーンでも超過の差が出るとき、あると思います。それはその日やってみないと分かんないんで、微妙なその色のトーン、色の違いで差が出ると思いますね。ただ基本的な考えは同じ使い方でいいと思います。止める時間が長め。ちょっと退屈だけど今日はこれがヒットパターンです。お、なんか当たります。きた。またほら溶けた瞬間。ナイスサイズです。ダブルですね。しかもいい型のダブルです。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。うりゃー、いやー、来たぜ来たぜ、来たよ来たよ。じゃあ、嬉しいで、新色でダブル。はい。今日はね、長く止めたら釣れるパターンなんで、長く止めても食いがいい、抱きがいいオリキューの 2.0 ですね。これなんかね、特にね、姿勢がいいんで、長く止めた時に非常に釣れるエイです。これを試してみたいと思います。お、来た来た来た。楽しい。変えて一発目はね、上にかかってたらさらに嬉しいね。あ、来た。
やっぱ長めに取ったら当たるね。気が短い人には無理かもね。麦です。残念。でも来ましたよ、ほら。来た。大きい、ほら。見て、この曲がり。わかる？ナイスサイズです。イエーイ、最高やね。やっぱね、停止時間が長いとアオリ級はよう釣れますね。で、このナイスサイズ、今日はですね、非常に止める時間を長くした方が釣果が良かったんで、7月8月9月10月までイカメダルは楽しめます。皆さんもぜひやってみてください。よし、また釣るぞ。